今回はセガのバーチャファイターとナムコの鉄拳が筆頭になり盛り上げていった大 3D 格闘時代の世紀末1999年をお送りします。それは世紀末1999年のコンシューマー 3D 格闘ナムコの鉄拳3が王者に君臨した中、ソニープレイステーションは発売5年目に入り開発も円熟を迎え、カプコンやハドソンが人気 IP をパワーアップさせた続編を出していく。そしてついに SNK が大 3D 格闘時代に2大 IP をぶつけてくる。ノストラダムスの大予言で世間が揺れる中、それは最後の花火となってしまうのか、それとも1999年の 3D 格闘はプレイステーション8本、ドリームキャスト4本が発売されていますが、今回はプレイステーションに絞ってのご紹介です。ドリームキャストはいつか別の動画にする予定なのだ。というところで、1999年の1月、最初の 3D 格闘はユークスから発売された風神領域エルツバーユです。オープニング、このままかけていこうと思いましたが、奥井正美さんの歌でしたので、YouTube でかけれなさそうなので、音をミュートさせてもらっています。ユークスといえば、新日本プロレスのゲーム、闘魂列伝シリーズや総会議と、これまで 3D アクションを作ってきたメーカーですね。そんなユークスが中二病全開の格闘ゲームを出してきたのだ。異世界バトルがテーマで、様々な世界から集まっている設定なので、バリスみたいな異世界に召喚された剣を振り回す女子高生がいたり、宇宙刑事がいたり、ファンタジー世界の魔法使いがいたり、ダークヒーロー風の陰陽師がいたり、見た目は子供な1万歳の超越者がいたり、と、登場キャラクターがもうめちゃくちゃです。その上、各キャラには別々のストーリーがあり、戦闘前に第何話、ペケペケとかサブタイトルが表示されて、アイキャッチや次回予告も入ると、作りはちょっと安いですが、やりたい放題です。ちょっと、予告とか見てみましょう。異世界イプラスエールに召喚された得意監査官ダンザイバー。エルツバーイに囚われたパートナーユリーを助けるべく、ダンザイバーは多次元同一生命体イハドルカとの戦いを決意する。だがそんなダンザイバーを止めるため立ちはだかったのは、次週新番組完全懲悪ダンザイバー第1話、罪を断つ覇王の力ゼロ着ダンザイバー。魔導士アルティ・アル・ラーゼル登場にダンザイバースト。宇宙刑事風のダンザイバーはこんなノリです。これはもうキャラごとに全然違うのだ。ゲームそのものの部分ですが、操作は攻撃と防御ボタンしかなく、方向キーと攻撃ボタンの組み合わせやボタンを押すタイミングなどで攻撃が変化する形です。だから簡単かというと、逆に思うように動かすには結構慣れが必要かもしれません。防御ボタンも優秀なのでしっかり使う必要があるし、相手もその優秀な防御をしっかり使ってくるので、今回久しぶりにプレイして中二病的なノリの良さからくるライトな雰囲気より結構難しく感じたのだ。で、こんなゲーム嫌いなのかと聞かれれば、それはまあ好きですね。良い感じの真面目なバカっぽさを感じます。真面目にバカっぽいって言えば、ジャイアントロボの OVA とか G ガンダムとか大好きだものね。島本和彦さんとかもそうですが、熱量あるバカバカしさは一周回って楽しくなります。まあこのエルツバーユはそこらの作品たちのように熱いってことはないけど、好きなもの全部入れてやれ感には作り手の趣味への思いを感じるわよね。風神領域エルツバーユプレイステーション駿河屋中古価格6000円です。じりじりプレミアっているところを見ると、出荷本数は少なめだったのかもしれません。癖が強いですが、出来は当時のユークスの持つクオリティは出ているので、悪いというものではないので、未だに少し需要があるのかもしれませんね。お次はエルツバーユと同じ1999年1月に発売されたハドソンのブラッディ・ロア2です。ちょっとオープニング聞いてください。
ということで、筋肉少女隊の歌入りでしたが、かけることができなかったら音消してます。すみません。筋肉少女隊、昔から大好きだったのだ。アイマス、アイプ、筋肉少女隊の3つは昔っから100曲以上持ち歩いてハードローテーションしてたアーティスト30詞ね。結構バラバラで草なのだ。カンは9代、ブラッディーロアは97年に発売された1作目から1年とちょっとでまさかのシリーズ化となりました。本作もシステムのベースは1作目と同じで、ワンボタンで獣人に変身するのが個性として確立されています。今回の2では獣化した時のパワーアップが1よりも測られており、より使いやすくなっていると思いますが、人間形態の時だけキャンセル技が使えたりと新たなバランスを作り出しています。しかし彼らはゾーン系の悪魔の実を食べたのか。確かに今ならそっちの発想かもね。またグラフィック自体も向上が見られてる上にスピード感も良く、プログラム的にも良くなっている感じで、ちょっと安い作りではありますが、ストーリーモードがアーケード版から追加されていて、全キャラ別々のストーリーがあったりと、全体がまっとうに続編として進化している感が見受けられます。内容やシステム的に全体格好良い系で後半押しでも良さそうですが、今回は女子キャラもそこそこいるのがちゃんと売ろうというハドソンの意気込みを感じたのだ。このストーリーモードで使用しているキャラのウリコは1の時のラスボスですが、不完全改造によってワーキマイラから猫の半獣人になってしまったという形でプレイヤーキャラとして使えるようになっています。猫キャラというのも狙いすぎだけど全然ありなのだ。ブラッディーロア2、プレイステーション、駿河屋中古価格4820円です。ブラッディーロアシリーズはもう少し続きますが、ナンバリングとしてはこの2が少し高めになっています。ブラッディーロア2だけではないですが、99年のプレステゲームはプレステ末期でもあり、出荷がこれまでよりは抑えられてた感じかもですね。次ですが、3月の年度末にワンプレストから1本 3D 格闘が出ています。アームドファイターです。こちら未所持にてタイトルのみの紹介となりますが、ちょっと調べても詳しいことがわからないゲームでした。見たところアニメ風キャラのオーソドックスな 3D 格闘ゲームな感じかしら。他の方の動画を拝見しましたが、 YouTube は何でも動画が見つかってすごいのだ。ですね。こちらもモデルもですが、アニメーションがやばくて発売年を間違えてるかと確認してしまうようなゲームでした。何もかもが香ばしいわね。これ買った人どれくらいいるのかしら。よほどコンシューマーの 3D 格闘に飢えていて、ドリキャスは買ってないみたいな人には届いたかもしれないけど、一応開発を調べてみたら詳細はやっぱり情報がなかったのですが、スーパーロボット対戦の名プロデューサーの寺田さんがスパロボの隙間にサクッと作っていたようです。次はついに来ました。画廊伝説ワイルドアンビションです。 SNK のハイパーネオジオ64で作られた画廊伝説の 3D 格闘です。ついに画廊伝説も 3D になったのだ。それとハイパーネオジオのゲームで唯一移植された1本となります。ハイパーネオジオ自体が97年から99年の2年間の稼働で、ソフトも7本しか発売されませんでした。評判が良かったソフトもあまりなかったけど、ほとんど遊んだことないから画廊伝説以外も全タイトル移植してほしいわね。さて、そんなある意味世紀末にやってくるにふさわしい画廊伝説 3D ですが、設定的にはここまでの画廊と関係なく初代画廊伝説の話に戻ってるようで、テリーやアンディの子供の頃からのムービーで始まります。このムービーでゲームが始まるとそのままテリー操作なんかと思いますが、もちろん他のキャラたちも選択可能です。何の迷いもなく前を使ってるのだ。まあそれは置いといて、登場キャラは初代画廊のキャラだけではなく、もちろんいますの知らぬいまいやキムカファンといった2のキャラや3の山崎、ブルーマリーの祖父にしてギースの師匠という今戦ってる新キャラの坂田や、隠しキャラでリアルバウト画廊伝説2のリー・シャンフェイに竜子の剣のミスター空手などがいます。
ゲームシステム的にはベースは画廊伝説のまま 2D 風のものですが、ライン移動がなくなった代わりに回避などに使える軸ずらしがあったり、後ろ向きといった概念があったりと 3D であることをある程度は活かしています。グラ的にも 3D モデル自体は決して悪くなく頑張っていると思いますし、システムとしては超必殺技を使うと以後気絶しやすくなったりといったリスクを伴ったり、ガードを不能にする技があったりと、対戦ゲームとしての新たな模索をしているのは好感が持てるのだ。が、いつもの画廊伝説のつもりで操作するとちょっともっさりしてる風に感じてしまったり、どうしてもぐぬぬぬ、なんで 3D にした、これなら 2D でいいじゃんよと思ってしまいます。知らぬいまい対知らぬいまいになると際立ちましたが、片方が後ろ向きの絵面になるのが 3D ならではでちょっと新鮮でドキッとポイントだったのだ。画廊伝説ワイルドアンビションプレイステーション駿河屋中古価格3680円です。需要と供給のバランスが取れた価格帯ですね。今までの画廊伝説をそんなにやってない人とか 3D 格闘として新たな気持ちでできる方ならそれほど悪くはないとは思いますので、どうぞ。お次はこちら。1作目から1年経たない99年の6月に新作が出ました。私立ジャスティス学園熱血青春日記2です。こちらは前作 PS 版の私立ジャスティス学園についていたエボリューションディスクをパワーアップした新作となっていて、一人用の対戦部分は前作とほぼ同じでアーケード版を簡素にしたものですが、隠しキャラ等が普通に選べるようになっています。で、エボリューションディスクのパワーアップなのでメインは熱血青春日記の部分で、こちらは新キャラも追加しているし、ジャスティス学園にも入学できるようになっていて、さくらも青春日記に正式に登場するなどなどイベントも増やし、バランス調整をさらにした形で完全新作というよりもリメイク的に作り込んだみたいな作品です。もともと1作目のジャスティス学園の移植スケジュールが3ヶ月ほどしかなかったので、急ぎ簡素に作った部分があったものを評判が良かったので引き続き作り込んだという感じかと思います。開発期間3ヶ月っていくら移植とはいえ新規要素を入れた開発期間としてはやばいスケジューリングなのだ。そうね、普通その状況でこんな育成モードを入れようってならないから、企画自体はもともとあったところ昔ながらの根性開発でやりきったのかなとか思ったりします。 PS1 の頃はまだ会社に住んでるんじゃないかって人がいる時代よね。私も家には毎日シャワー浴びに帰るだけで、シャワー浴びたらまた会社にで、食事も同僚に買ってきてもらって仕事しながら食べてるくらいの勢いだったし、寝るのは当然会社で深夜まで作業して、そのまま机の下や休憩室のソファーで寝て、朝の掃除のおばさんに起こされてまた仕事を続けてなんて忙しい時もあったわね。 PS2 時代から少しずつそういう働き方をするところがなくなってきましたが、 DS の開発時代くらいまではそんな働き方をしてた時ありましたね。今は業界全体労基とかに厳しく指導されて、ほとんどの会社がそんな働き方はできないようになってるわよ。でももう5年以上前ですが、中国のゲーム会社の方々とお仕事をした時、向こうの方は昔の日本のそういう根性開発をしてる人たちも多くいて、ああこっちのゲームがすごいのはそれもあるのかなと思ったことがありますね。緩和9大、個人的にはこの熱血青春日記は好きではありますが、おまけなら今のアドベンチャーゲームみたいな仕様で仕方なしですが、この遊びをメインにして作るのであれば本来ならもっとちゃんとというか、例えばガンパレみたいな感じで実際にフィールドとかもあって、そこにバトルに入るとでも良いですが、アクションもあってとかなら RPG と言えるくらいのボリュームと楽しさになって、もっと傑作になったのかなと思います。 RPG ってボリューム含めて RPG 特化した人材が必要だし、思いつきで作ったことない開発が作りきれるものじゃないからね。私立ジャスティス学園はアーケードもリリースされてる 3D 対戦ゲームだし、キャラも魅力的だし、
このプレステ版の一人用モードでも十分楽しめるので、おすすめの一本なのは変わらないのだ。私立ジャスティス学園熱血青春日記2プレイステーション駿河屋中古価格3980円です。当時もそこそこ売れてたと思うけど、他シリーズも含めて中古価格はそんなに安くなってないから、まだまだ人気がある作品なんじゃないかと思います。さて、恐怖の大王が現れなかった1999年の7月は 3D 格闘は何も発売されませんでしたが、8月に東神殿が帰ってきていました。東神殿スバルです。すみません。こちらも当方は未所持なのでタイトルのみのご紹介です。東神殿の新作なのに買ってなかったのか？そうね、買ってなかったみたい。多分なんだけど、タイトル的にスピンオフ的なものでいろいろパワーダウンしてる風に思ってたのと、同日に発売されてる G ジェネとロボット対戦の新作を買って遊んでたせいだと思うわ。実際はスピンオフじゃなくてちゃんとしたナンバリングシリーズで、海外ではそのまま東神殿4としてリリースされてます。あと調べたら登場キャラが32人から13人に激減してるのだ。その分イラストとストーリーに力を入れてるので、キャラモノとしての立ち位置に絞って改めてやっていこう的なところだったのかもですが、こちらも他の方の動画見ましたが、どうしちゃったのってグラフィックと動きだし、なんかこうとてもシュールな感じにもなっちゃってて、開発変わったとしか思えないけど。同じタムソフトですね。スタッフが同じかは分かりませんので、人は変わってるのかもしれないですね。この後コンシューマーでは12月まで 3D 格闘が出ませんでしたが、 PS2 の発売3ヶ月前の12月にプレステで2本メジャー IP の作品が出ています。まずは剣客異聞録、よみがえりし走行の刃、サムライスピリッツ新章です。サムライスピリッツはアーケードのハイパーネオジオで画廊伝説の前にすでに2本 3D 格闘になっていましたが、その移植ではなくキャラを一新してプレステオリジナルの新作として発売されました。ハイパーネオジオに触れてなかったものとしては、ついにサムスピの 3D 格闘来たかとなったのだ。ですね。画廊伝説に続きサムスピも 3D 格闘になる時代が来たか。ならばもしかして次はキングオブファイターズもとか思ったくらいですね。さて、オープニングムービーは見どころがないので飛ばしてきます。ひどい言いようなのだ。すみませんでした。ナコルルや旧キャラの扱いとかがっかりしたのを思い出してしまって、気を取り直して新女子キャラの吉野凛香を使っていきましょう。こう改めて見てももっさりはしてないと思うのですが、なぜかなんとなく重く感じてしまいます。モデル自体もメジャーメーカーの99年の作品とは思えないポリポリ感ですが、マシンスペックと技術的にこれくらい落とさないとまずいなとなったのかもしれないですね。キャラ設定やイラストは全然悪くないのだ。ゲーム自体は弱切り、大切り、キック、避けとなり、怒りゲージ等は残っていて、大ダメージのサムスピらしさは健在で、またバランス的に大雑把なのもある意味サムスピらしいとも言えるかもですが、さすがにいろいろ大雑把すぎる調整になってて、逆に単調にすらなっちゃってるのはですね。それとステージの途中のゲージ変化でたびたび演出が入ってゲームが止まるので、緊張感も途切れることがあり、なんで格ゲーでこうしたんとなります。あと相手側に飛び道具があって自分側にないと、スト2でザンギエフを使っててガイルや竜と戦ってるみたいな辛さがあったのだ。そういえば他にも、自分も相手も武器を落として素手で戦うと逆に新鮮に感じるのは苦笑しましたね。さて、こちらの剣客異聞録はサムライスピリッツとしては新章とタイトルにある通り、前作アスラザンマ伝から20年後が舞台となっていて、年を取った覇王丸以外は全員新キャラになっています。アスラザンマ伝 OVA は LD で持ってたので内容は知ってるけどゲームはやってないのだ。そもそもナコルルはオープニングに出てたのに使用できないのか。年を取らせたくなかったとかあったかもしれませんが、ムービーやストーリーパートで NPC での登場と
一応ポケットステーションのミニゲームはナコルルのダンジョン RPG になってるわ。ポケットステーション探せば何個かあると思うけど、もう何十年も動かしてないのだ。それと、ギャラリーモードは9作のイラストもあったり、それこそ、ハイパーネオジオの2作のイラストもあるので、一応、これまでのファン向けのフォローもしてある状態です。まあこのキャラの追加削除やシステム変更はどの格闘ゲームでもシリーズ化しているものは必ず通ってやっぱり戻ったりなんて道よね。結局、この絵を撮ってる時も、やっぱ覇王丸でも遊ぼうと、覇王丸に戻りました。古月山残っててよかったのだ。剣客異文録、よみがえりし走行の刃、サムライスピリッツ新章、プレイステーション、駿河屋中古価格2300円です。他のサムスピより若干マイナーな気もしますが、プレミアつかないのはこの 3D の人気のなさの表れかもですね。次が、ノストラダムスの大予言に負けずに開発をしていた。1999年最後のコンシューマー 3D 格闘ゲームはこちら。ストリートファイター EX2 プラスです。アーケードのストリートファイター EX2 プラスの家庭用移植ですが、前作1のコンシューマー版は、プラスアルファとして、さらにキャラ追加やアレンジがされていましたが、今回、アルファはついていません。ただ削除されちゃってたハヤトが追加されてはいるわね。使用キャラはいろいろ消えてたり増えてたりですが、個人的にはさくらがいないことがどうにもこうにも納得いかなかった記憶が。さくらちゃんいないので、とりあえず久しぶりに EX2 で追加された女子キャラ使っていきましょう。アーケード版は2になって基盤自体アップデートされており、グラ含めていろいろとパワーアップしてて、手触りも慣れてきたこともあってか、ストリートファイターとして違和感なく面白く仕上げてあるなと思います。しかし七瀬はなんで如意棒を持ってるのだ。ちょっとキャラ説明を見てみましたが、如意棒の秘密は書いてなかったわね。他 EX からプラスで追加されたエリアも使いやすいのですが、やっぱりしっくりくるのはスト2のキャラ、特にケンとかチュンリーとかですね。まあそれだけ最初のスト2を遊びまくってたってことだし、それは仕方ないわよね。ストリートファイターとしては EX の裏で7月と8月にサターンとドリキャスで03が発売されていて、この EX2 プラス発売の1週間前にドリキャスでストリートファイター3ダブルインパクトが発売されており、さすがに発売時期が詰まって他のストリートファイターにユーザーが流れちゃったんじゃと思います。アーケードじゃサードストライクも稼働してたしね。ドリームキャストは新規ハードとして開発で少しでも早く出したかったとか、03のサターンは本体の製造が終わってしまい、難航していたものをなんとか発売。プレステは PS2 の発売を控えて末期なので、遅くても年内に早く出さなきゃで、みんな近い発売になってしまった敵でしょうか。なかなか計画通りにいかないのがよくわかる状態なのだ。この EX シリーズはこの後 PS2 とアーケードで同日発売された総決算的な EX3 が最後となり、その後は EX オリジナルキャラクターの一部を引き継いで、開発のありかオリジナル IP のファイティングレイヤーという作品になっていきます。1999年はここまでですが、クリスマスにサムスピとスト EX2 が出たのは良かったのだ。ストリートファイター EX2 プラスプレイステーション駿河屋中古価格2800円です。なんとなく99年の 3D 格闘ゲームはだいたい需要と供給のバランスがこれくらいな感じですね。さて、よく2000年の 3D 格闘ゲームはサターンが1本、プレステ1に4本ありますが、目立つタイトルは全てドリームキャストとプレステ2に移ってくこともあり、プレステサターンの大 3D 格闘時代としてはこの後の2000年から2003年までタイトルをかき集めてもほとんど IP もので、あまり目玉タイトルもない状態なので、一連のシリーズは一旦ここまでと考えています。もしリクエストがあれば残りのタイトルの最後のまとめをやってみるのだ。ではでは、
今後もいろいろなゲームをこんな感じでご紹介していきますので、よろしければコメント、グッドボタン、チャンネル登録などなどお願いするのだ。Round one, fight!